さあババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回はポテサラを作りたいと思います。今回は電子レンジを使って火を使わずにポテサラを作りたいと思います。ババッとババご飯。ポテトサラダ、材料はこちら。じゃがいも3個、小ネギ2本、きゅうり1本、切り干し大根 25g、かまぼこ 60g、卵1個、マヨネーズ大さじ5、塩小さじ1/2、黒胡椒少々。まずじゃがいもをですね、皮を剥きます。ピーラーは貝印のセレクト100です。これはもう切れ味がずっと落ちずにかなり使えますね。愛用してます。貝印はやっぱこう刃物メーカーなのでめちゃくちゃね切れ味が良いです。ピーラー使う時にこうね、指先だけ気をつけてもらえば手のひらにこうぶつかる感じで切ればね切れないので。でニンニクの芽じゃないなんでこんな言葉が出てくるんだと思う。じゃがいもの芽なのにニンニクの芽って言っちゃった。ピーラーのここで取れるんですよ。ここに芽取りがあるんでちゃんと。でこのへこんでる皮もこれで別にねこうやって取れますから。よし、じゃがいも剥き終わりましたんで、ここで洗えばね最初に土洗わずともこれでいけますんで、洗ってもいいですよ別に。気になる方は。僕はもうそんなに気にならないので剥いた後に洗いました。でじゃがいもを切りましょう。これ丸まま加熱するよりですねちょっと細かく切った方が火が通りやすいので、電子レンジで。なのである程度ちょっと細かくしてからレンチンしたいと思います。じゃあじゃがいもを耐熱ボウルに入れます。じゃあラップをして、ラップふわっとかけて、じゃあ500ワットに5分かけたいと思います。これポイントですね。切り干し大根を入れるとこう食感がいいのと栄養価もプラスされるのでおすすめです。じゃあ切り干し大根はですね天日干ししてあるものが本当に多いので、ちょっと一回ね水で洗います。こうやって汚れを取ります。で軽く絞ります。でこのまま水で戻す方多いと思うんですけど、サラダとかに使う場合はですねなるべくこうね熱湯で戻した方が良いと思います。じゃあ沸騰したお湯に5分ぐらい熱湯ですねつけて戻します。じゃあその戻している間に、じゃあきゅうりはスライサーでこれも同じくですね貝印さんのセレクト100というシリーズですね。セレクト100シリーズ結構おすすめです。切れ味めっちゃいいです。もうスライサー使う時のポイントとしましてはもう無理にね短くなって使わない。短くなったらもう食べる。これが一番いい。じゃあきゅうりは塩もみしたいと思いますんで、お塩、はい、塩をまぶします。でまぶすだけでこう水分出てきますんでちょっと置いておいて、で後で絞ればいいですね。はい、さあどうでしょうか。5分レンチンしました。ちょっと見てみましょうかね。結構火が通ってるかな。もうちょっとですね。5分1回やってもらって、まだ箸が簡単に通らないようであれば1回混ぜてもらって2分ぐらいいきましょうかね。あと2分レンチンしたいと思います。切り干し大根も戻ってきました。じゃあ切り干し大根のお湯を切りたいと思います。熱湯につけてたんで熱いので気をつけて絞ってください。じゃあ水分絞ってもらったらちょっとね
そのまま入れるとちょっと大きいのでざく切りに、はい、こんなもんでちょっと食感残したいので、水っぽくなるので大根は絞ってから入れてください。さあどうでしょうか。もうかなり色が変わってきた感じしますね。熱いのでラップ開けるとき気をつけてください。いい感じじゃないですか。もう箸がスッと通りますね。じゃがいもも色が変わってこんな感じに軽く箸が通るぐらいになれば大丈夫ですね。でそうしたらじゃがいもはボウルに入れます。でじゃがいもを潰します。もう比較的細かくしてあるのである程度潰せば、細かいじゃがいもがいいという人はマッシャー、そういったもので潰してもらうとね。ちなみにマッシャーというのはこんな感じのやつですね。これです。これでやるともうちょっとこう細かく。じゃあ卵もちょっと電子レンジでチンします。で必ず穴開けてもらうと爆発しないので、もう黄身とちょっと穴開けてもらって、ゆで卵にするとめんどくさいので電子レンジで、ラップふわっとかけて500ワットで1分ぐらいですね。でちょっと固まり具合を見て10秒ずつぐらいプラスしていきます。卵の温度とかによっても違うから、そうですね。各家庭で。はい、常温で置いてるやつだともう多分1分で普通になると思うんで、どうでしょうか。素晴らしい、いいと思います。これでもう卵はいけましたんで、つるんと。でこれも潰して、卵潰れました。あとはきゅうりですね。先ほど塩をまぶしただけです。でももうこんなにしんなりなってるんで、水分を絞って、はい。さああとは通常玉ねぎ水にさらしたものとか入れたりすると思うんですけど、赤玉ねぎとかね、今回ネギで小ネギちゃんでいきたいと思います。これ彩りもいいし、玉ねぎみたいに辛すぎないので辛みを抜く必要がない。で玉ねぎ使う場合はじゃがいもレンチンしてる後半1分ぐらいの時に玉ねぎ入れてもね。もうネギはこのぐらいの大きさで2センチぐらいでちょっと存在感を。であとはこれまたちょっとなかなか入れないと思うんですけども、かまぼこですね。かまぼこをちょっと今回は普通だとスライスハムとか入れますけど、かまぼこでちょっとやりたいと思います。でかまぼこをですね、この板から外して、昔もこれだけちょうだいって言ってやってました。兄弟に取られないように一番に「この板ちょうだい」って言って板食ってましたわ。ババッとババご飯。ハムもいいんですけども、かまぼこもこういうね紅白の色があるのでちょっと彩りも良くなるし美味しいのでおすすめです。ちょっと和風な感じになりますかね。かまぼここういう大きさでもいいけどちょっと細切りにしてもいいと思いますね。こんなサイズでもこのぐらいのサイズにしようかな。こればっか食べるやつ出てくるんで、かまぼこばっかり狙ってくるやつが発生しますんで、たまに当たり残しておきますかこれね。よし、このぐらいのサイズで、じゃあかまぼこも入れて、でここで混ぜる作業ですね。じゃあマヨネーズをたっぷりと、黒胡椒、結構ポテサラにマヨネーズ入ってますからね。で混ぜます。いい感じですね。これは美味しいですね。あとやっぱ切り干し大根がいいですね。これ黒胡椒入れましたけど、粒マスタードとかあと和がらし入れたりしてもねいいんで、じゃあ盛り付けましょう。
いいですね、このネギが出てる感じが新しい。よし、じゃあここにちょっと最後に黒胡椒もね。はい、こちらで火を使わないポテサラ完成しました。さあ、それではいただきたいと思います。いただきます。切り干し大根の食感が抜群ですね。コリ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 して、で小ネギもちゃんと玉ねぎの代わりを果たしてます。このぐらいの大きさにすることでよりちょっと玉ねぎ感というか美味しい。今回のポイントは火を使わないでしたけど、切り干し大根が結構中でね目立ってますね。というわけで今回はポテサラお送りしました。いいねと思いましたら高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上ババッとババごはんでした。